コ多い。ここ別に車庫多くないとこなんですけど多い。全然夢なんか言ってダメでいいんですか。車庫が多い。ただ拾えるサイズは見当たらない。こんなんばっかり。ゲタも多いですね。まあでも朝1番目だからかもしれませんけどね。もうよく言ってますが、朝1番目はね多いんですよね。なんでも車庫めっちゃおるけど拾えませんねこれ。やっと拾えるのが一つ。さっきこの辺に大きいのが落ちたはずなんですけどね。お、すごい色の、これもコブシガニですよね。黒色の獲物はこれとエビでしょうか。とヒラメ。どっかに大きいのがいたはずなんですけど見えんな。今回はでも拾えそうな車庫が4匹。もうすでに4匹来ましたけど、早く寄っていかないともうどんどん仮死状態になって、もう生きてるのか死んでるのかよくわからんですね。最初のね寄り始めはまだ元気なんでもうはっきりわかるんですけど、もう最後らへん行ったらもうわからないですね。でもやっぱちっちゃいの多いですね。聞こえない。よりしまちょっと大きい口なんですけど、やっぱり丘の方が車庫大きいですね。昔はこの置き口の方が大きかったんですよね。車庫こんなもん拾えませんね。しすぎる。これがギリでしょうか。よっこいし。塩のとろみですけどね、車庫消えましたね。昨日とやっぱ一緒ですね。塩のとろみから、今は下り潮なんですけど、これから上り潮なんですけど、昨日とほんと一緒ですね。結局下り上りになったら、だいたい車庫って上りで出てたんですけど、上りになったら消えるんですね。なんと最近はようわからんけどそういう感じらしいですね。っていうことはちょっと潮の大きい時で、比較的大きい時の下り潮がいっぱいある日に狙った方が良さそうですね。なんとなく傾向だけは分かってきましたけど、それを狙ったところでいてくれるのかどうかはまた別ですけどね、問題は。あれだけちっちゃいのぐちゃぐちゃいたのかもう全くいない。完全に引っ込みましたねこれ。
ますね。でかいの出てきましたね、大車庫。でも1匹だけ。ちっちゃいのも見えなくなりました。芝エビだけは相変わらずめっちゃおりますけど、でも芝エビもだんだん大きい大きい出てますね。最初は港の中うじゃうじゃいたんだけど、港の中に見えなくなったら沖で取れ出して、ここはもう減ってきてますからね。ちょっと丘に入れてるんですけど、ここ減ってきてますからね、芝エビ。沖に出たようですね。迎えると動画は多いんですけど、赤毛たとか痛いですね。これ車庫が出んとね、車庫が濃いところっていうのはあるのはあるんですけど、そこ車庫しかいないんですよね。だからあんまり行きたくないんですよね。やっぱり晴れても上り潮はもう車庫出ないっぽいですね。ちょっとね、もう沖へ出してみました。車庫はまたいつか期待しましょう。ちょっと沖口です。まあ予想通りですけど、あとは至りましょう。ゲタおらんかったからゲタおらんのかと思ってがっかりしましたけど、来てくれてよかったです。チヌはいるんじゃないかなと思ったんですね。ただまあ1番だけでしょうね。もう当たったらゲタなんてもう入らないでしょう。ちょっともうつなぎに近いんで船がもうガクガクなってるんですけどね。カメラでわかるかな。GoPro 手ブレ性能すごいんでなかなか伝わりにくいかもしれませんけど、ね、補正この浮き口やるんで多分これ目なんですね。なんか名古屋服が全然減っちゃっていなくなったんで、もう名古屋服狙いませんけど、あとはこれですね。これ
か言う真面目にええもん来てもらわんと。さらに起き出すとエビさえ少ない。おお、アラモン来ましたね。アラモン来ましたね。おお、当たったばっかり。丸々と2つって、これやっぱこれもね、やっぱり冬が美味しいんですよね。セリゴチって夏のもんなんでしょうけど、どう食べても冬の方がうまいですね。食感がもう全然違います。夏食べるのと、よいしょ、冬食べるこっちはもう冬の方がやっぱり食感がですね、コリコリさ加減のあと喉越しというか舌触りツルツルの感じ。夏はねガサガサすると思うんですよね、舌の上で身が。冬の子ちゃんもツルツルです。あれがもうすごいうまい。ヒラメが1位しか、ヒラメがまだ1位ですね今日は。昨日は4だったんですけど、なんとか言う真面目でもう1枚ぐらい取れんかな。で撮影してる間にノリに飛び込まないようにすぐそこ。寄り島向けて漕いでいきます。光の後すごすぎる。何も入らんし。やっと来てくれた。やっと。でもなんかまたペラペラっぽいっすね。牛ガニ、味噌汁用意しガニ。大丈夫かな。おお、でもペラペラではない。出せてるけどペラペラではない。ああ、起死回生。こう怒りだと言ってない方はもうエビとかの入りもめちゃくちゃいいですよね。他のもんも入ってる。怒りやっと起死回生です。言う真面目パワーでなんとかヒラメ連チャン来てくれるとかなり嬉しい。真面目パワーで魚が見えてますけど死ぬかな。ヒラメがおるかどうか。一気に死ぬ。でっかっ。もちろんこっちの方がめっちゃ嬉しいですけど、これちょっとやっば。うわ、これちょっと刺されないようにしないとやっば。1キロのコゼを取ったことがある人がおるんですけど、それに比べたら全然小さいですけど、これやばいっすね、でかさ。なんか急にチルが出ましたけど、これチル全部より良いところですね。ほんと久しぶりに見ました。今お買い得ですよ皆さん。年末ほど高くありませんからね。そして年末より美味しい。牡蠣と同じ時期がやっぱりカニも美味しい時期ですね。やったね。ではこれで帰りたいと思います。これを見て。いいなぁ。なんか知らんけど最後なんだけやったら入りまして。よかった。チルでも入って。チルでも入ってくれてよかった。おお、素晴らしい大きいが。久しぶりに見た大きいカニ。あ、メスじゃがその上。やったね。他でおるなんてな珍しい。うん、大きいならまだわかるけど、大きいショール人はな1日1枚ぐらい取ってくるけど。
他でおったらびっくりした。ありがとうございます。夕まじめ最後夕方パワー2番のおかげでなんとかロイヤルカナ配送です。ありがとうございます。これも夕方パワーです。おお、いい人だろうな。あんまりひどいやん。止まってたね。とにかくいい人もらわないとあかん。え、 1000ドル。うざー。なんで意味がわからん。折れたんかな。あ、生きとるあ、わ。生きとる生きとる生きとる。ギリギリ。まだ普通のとこかな。普通に池まで入れときます。これでちょっと針玉入れたくいけなかったんかもね。これ見て。ここででっかでかいな。すごかろ。おう、刺身だなこれ。さすがだな。わあ、それもこれは唐揚げ、唐揚げ。まあ確かに刺身より唐揚げのごしはな、これは。青のり振ってんな。うん。皆さん今日もお疲れ様でした。ああ、寒いような寒くないような感じですね、ずっと。いただきます。タイを遊漁の方にいただいたので、これと珍しくすだれ貝の赤色のやつ、硬い方にいるんですよね。前回お味噌汁、前回か前々回かな、お味噌汁にしたすだれ貝はですね、イオすだれ貝って言って1匹だけいたんですけど見当たらんな。今日はちょっと砂地と泥の混ざった方だったんですけど、こっちの赤色のやつは名前忘れたな。すだれ貝もなんか何種類かあるんですよね。のちょっと大きめのすだれ貝です。これもね、めちゃくちゃ網が上がらんぐらい入ってたんですよね。で美味しいということを知って取ろうと思ったらいなかったというね。2年前の3年前かな、降水音でちょっといなくなった感じですね。西貝もその時にいたんですけどいなくなりましたからね。平木もいなくなったし。ではよいしょよいしょと今日も添えていきたいと思います。これは友人にいただいたほうれん草。ほうれん草大好きです。めちゃくちゃ好きですね、ほうれん草。ほんとイオスダレ貝おらんな。どれかわからんですね、イオスダレ貝が。この赤色の方のすだれ貝もですね、何種類か見えてますね。2種類か3種類は確認、2種類は確認できてますけど、でもなんか3種類ぐらいおるんかな、この海にも。早振りも言っておきましょう。ポイッと。ではいただきます。これもね、全然800円で OK です。塩をかけましょう。今日は何の塩でいきましょうか。この間のやつ。あそれか。あ、やっと手に入れました。直島の塩。そら塩。広松さんが買ってきてくれました。釣りに行ったついでに。嬉しい。これ手に入らないんですよね、本当に。行けばね、手に入るだろうとは思ってたんですけど、あったそうです。嬉しいです。直島の塩、なんと見えますかね。カルシウムが 1200mg も入ってるんですよね。これ1200ってめちゃめちゃ高いですよ。カルシウムはちなみにカルシウム含有量が多いと甘く感じますね。なのでこの塩はめちゃくちゃ甘い塩です。まあこれかヒンギャでしょうね。自分が知ってる限りでは甘い塩の二大巨頭、日本の直島の塩をいただくことができるのが超嬉しいですね。まあ瀬戸内海の塩っていうのがそもそも嬉しいですね。ではいただきます。すだれ貝、エビ、これ、ほうれん草です。いただきます。やっぱ塩が甘い。結構合いますね。もともとやっぱ貝の出汁が出てるんで、それに甘みとしょっぱさが足されて非常に美味です。ちなみにこれはオリーブオイルとなんかな、ガーリックで炒めております。遊漁船天竜の船長山下さんにいただいたタイもいただきたいと思います。そら塩でもちろん。今日の優勝かも。なんとか、貝より美味しい。1月の貝じゃない、タイって美味しいんやな。たまたま答えが良かったのかどうか知りませんけど、今日の優勝はなんとタイでした。びっくりした。すだれ貝が絶対優勝だと思ったんですけど。どっちがいいですか、アフリと。炙りの方がやっぱ香りがいいもんな。非常に美味しいです。
皆さん今回もご視聴ありがとうございました。